皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。湯河原には名旅館がいくつもありますが、今回は大好きな旅館関陽をご紹介します。湯河原駅からタクシーで向かいますが、タクシー乗り場の前に湯河原手湯があったので、思わず吸い寄せられてしまいました。何度も来ているのに初めて気づきましたよ。お湯に手を当てた瞬間、表情が弛緩していくのを感じます。温かいのはもちろん、さらりとしてとても気持ちがいいです。湯河原駅に到着したらすぐにタクシーに乗らず、手湯を楽しむのもいいかもしれませんね。この日の天気はあいにくの雨ですが、おこもりするので全く気になりません。むしろみずみずしい様子が気持ちがいいですね。タクシーからすぐに館内に入ってしまったので、翌日の朝の様子ですが、旅館に着くと旅館の方が傘を持って待ってくださっていたので、一切雨に濡れることなく館内に入ることができました。さて、この動画では次の事柄の順でご紹介していきます。本動画の流れはお部屋紹介、次は夕食、そして朝食、最後に館内施設紹介になっています。ぜひ最後までご覧くださいね。それでは本編スタートです。今回宿泊するお部屋は10国です。それでは扉をオープン。扉を開けると3畳ほどのちょっとしたスペースがあり、お風呂や居室につながる襖があります。それでは居室の襖を開けていきますね。純和風のお部屋になっています。部屋は10畳ほどあり、床の間と奥に広縁がありますよ。こちらの関陽は昔ながらの建物を丁寧に手入れされ使われてきた綺麗さがあります。今回は実国に宿泊しますが、前回は連山に宿泊し、その時の動画もありますので、他のお部屋も気になる方はぜひご覧くださいね。概要欄にリンクを記載しております。さて、気になるのはこのお部屋からの眺め。初夏ということもあり、みずみずしい緑が広がっています。なんて素敵なのでしょうね。新芽から少しずつ緑が濃くなっていき、さらにこの日は雨ということもあり、木々の葉が艶めいていてとても美しいのです。葉が雨粒をはじく様子もなんとも風情があり、心が落ち着きますね。ただ残念ながら雨雲で十国峠は見られずですが、これはこれで素敵な眺めですよね。また広縁は贅沢な大きさで、一人掛けの椅子にソファーがあります。夫はこのソファーをとても気に入り、足を伸ばしてのんびりくつろいでいましたよ。確かにこのスペースはとても気持ちがよく、このソファーに座って見える景色がこちら。夫も寝る時以外は温泉に入るかこのソファーにいるかの完全に夫の定位置になっていました。またソファーの向かいには筆机があります。私は前回来た時にこの筆机がとても気に入り、前回も今回もずっとここにいました。というのも作業をしてふと顔を上げると素敵な眺めを見ることができるからです。また前回は連山が見えて最高の眺めでした。さて、お部屋紹介に戻りますが、窓側からお部屋を見るとこんな感じです。落ち着いた雰囲気で心も休まります。床の間には何やら飾られています。とても古そうな馬の飾りで、おそらく青銅かと思います。後でお聞きしたら南北朝時代の帯留めだそうです。
南北朝時代といえば1336年に足利尊氏が北朝の孝明天皇を擁立し、後醍醐天皇が吉野に移って始まった頃なので700年ほど前になりますね。またその下には初夏を感じさせる草木が飾られています。床の間の向かい側には壁にテレビがかけられ、部屋に溶け込むように布がかかっています。押し入れの中には浴衣が2着ずつあり、お風呂で汗をかいた後にも着替えられるので気持ちよく過ごせますね。旅靴下もあり、湯上がりの後の足先が冷えないようなんともありがたいです。また引き出しの中には上下分かれたタイプのパジャマがあるので、浴衣でなくリラックスして眠れますね。さらにその下には館内バッグが入っていました。衣服のケアスプレーもあるので、着回す服がある時には便利ですね。そしてお次はお風呂です。脱衣所はこんな感じで明るく気持ちがいいです。洗面台には石鹸や基礎化粧品類が置かれています。基礎化粧品があるのは嬉しいですよね。またマウスウォッシュはイタリアのマービスのもので、石鹸類は基礎化粧品同様マーク&ウェブのものです。またアメニティ類は必要なものはすべて揃っています。それでは浴室を見ていきますね。扉を開けた瞬間、ヒノキの香りがします。こちらは源泉かけ流しの温泉で、さらりとした透明な温泉です。蛇口から流れる温泉の音や水面の模様は癒し効果抜群でした。それではお風呂をいただきます。最高。足を伸ばし、しばし温泉を堪能しました。そしてお風呂上がりにドリンクを飲もうとミニバーへ。こちらは茶器ですね。その隣にはお茶やコーヒーのパックが置かれています。コーヒーは石用のオリジナルブレンドだそうで、明日の朝にいただこうと思います。楽しみ。上の棚には湯飲みやコーヒーカップ、グラスが入っています。下の棚には冷蔵庫があり、シャンパン、ワイン、ビール、日本酒にお茶やジュースなどが入っていました。ホテル予約サイト1級のダイヤモンド会員ということもあり、ワインとシャンパン以外は無料でいただけましたよ。部屋の様子はこんな感じで、とてものんびり過ごすことができました。そして夕食のご紹介です。先付けは水無月間です。大和芋と長芋を寒天で固めた涼やかな一品ですね。中にあんが入り、上には小豆とかすい、わさびが乗っていて、お好みでウニを乗せながらいただきます。また食前酒は梅酒。錫のグラスに入っていて涼やか。それでは乾杯。とても濃いので氷を溶かしてゆっくりといただきました。そしてお料理に合わせるのは丹沢山という地酒です。すっきりとしてお料理に合いますよ。それではいただきます。大和芋と長芋だけあってふわふわ。水無月間とウニの組み合わせもよく、だしも美味しくて飲み干してしまいました。次は八寸、左への小鉢は新もずく酢、右上は古代小袖寿司で、次はホタルイカ南蛮漬け、枝豆、川エビからに、丸十三つ煮です。これは日本酒と合わせながら楽しめそうですね。
沈もずく酢はサザエが乗っており、シャキコリ食感です。またすだち酢で酢は強くないのでとても爽やかです。古代小袖寿司は昆布が巻かれていたのかうまみが強く、またシャリにごまが混ざっていて香ばしい風味。ホタルイカ南蛮漬けは初めていただきます。ホタルイカ自体は揚げられていませんが、南蛮漬けだれがよく絡み美味しいです。川エビからにはそこまで辛さはありませんが、エビの香ばしさとカリカリした食感がいいですね。丸十三つにはさつまいもの甘煮のことでしっとりとし美味しいです。また小鉢には青梅のゼリーのせ。一体どうやったらこんなに綺麗な形を保てたまま煮詰められるのでしょうか。素晴らしい技術ですよね。お次は鍋。ハモと冬瓜の鍋です。中井さんに作っていただきました。まずはお出汁だけでいただきましたが、もうすごく美味しくて幸せ。ハモのアラと玉ねぎのお出汁で甘くてうまみが強く、ポットに入れて持ち帰りたいほど美味しいです。ハモはふわふわ、むぎゅっとし、たった一切れなのに食べ応え十分。お好みですだちをかけていただきましたが、すだちの爽やかな風味も加わり絶品です。冬瓜も時期になりましたね。透き通っていて夏の訪れを感じさせてくれます。お次はアジとアオリイカのお作りです。アジももちろん美味しいのですが、アオリイカが美味しすぎました。少し透けているところからもお分かりの通り新鮮です。一切れ目はお塩とわさびをつけていただきます。口に入れてすぐに思わず目を閉じて味わってしまうほど感動的な美味しさです。二切れ目はお塩とわさびにすだちをかけて、鼻からすだちの香りがふわりと抜け、またもや目を閉じて味わってしまいます。アジは肉厚で身がしっかりとし、ずっしり感もあり分かりやすい美味しさなのですが、アオリイカの衝撃的な美味しさに驚きすぎて少し上の空になってしまいました。焼き物は鮎の塩焼きです。毎年鮎漁の解禁を楽しみにするほど大好物なんです。時期的にはまだまだサイズは小さく稚鮎ですが、いち早くいただけるなんて最高です。まるで泳いでいるみたいな姿ですね。鮎の苦みが何とも言えない美味しさなんですよね。そして身のふっくらとした感じもよく、あっという間になくなってしまいました。おしのぎにはじ菜のお蕎麦です。もうじ菜の時期になるんですよね。じ菜と鮎を食べると夏が来た感じがします。じ菜のプチシャリ食感もいいし、蕎麦の喉越しも素晴らしく、一瞬でなくなってしまいました。はあ、美味しかった。炊き合わせは牛肉と鴨ナスとみょうがです。お椀の蓋を開けた瞬間、みょうがのいい香りがし、もうすでに美味しい。そして牛肉が美しくほんのりピンク色です。また汁はとろみがあります。食べて最初の感想は、みょうがと牛肉ってこんなに合うのってみょうがと牛肉の相性の良さに驚かされます。そして牛肉は甘く柔らかく、みょうがのシャキシャキとした食感との対比もいいんです。鴨ナスは水分を保ったまましゃっくりとした食感を残したまま調理をされていて、料理人の腕の良さに感動します。
しい魚はヤングコーンと新レンコンの衣揚げです。緑茶塩でいただきます。ヤングコーンは甘みのある感じかと思いきや、初々しさがあり青々しい風味です。新レンコンは初物を通り越したサキ取り感がありますね。ホクホクとシャキシャキの食感で美味しいです。ご飯は穴子と万願寺ご飯です。蓋を開けると万願寺唐辛子の青々しい香りと穴子の香りが部屋に広がります。万願寺唐辛子は薄くスライスされ、シャキシャキとした食感です。穴子は焦げ目がつき、ふっくらとさっくりとし美味しい。そして2杯目はおこげがあります。言わずもがな絶品。白ずいきの赤だしときゅうりとなすの香のものがつき、あっという間に完食です。水菓子はスイカとさくらんぼです。そして甘味はこのめと蜂蜜の氷菓子で、このめのほのかな香りがして爽やかでも濃厚なアイスでした。夕食はこんな感じで素晴らしかったですよ。そしてお次は朝食。おはようございます。昨日は温泉を何度も楽しみ、布団の寝心地もよく、すっきりと起きることができました。雨戸を開けると昨日とは打って変わっていい天気。昨日は見られなかった十国峠をはじめとする箱根の山々を眺めることができましたよ。また朝食まで少し時間があったので大浴場に行き、温泉を楽しみました。部屋で休んでいると朝食前のドリンクとして自家製の飲むヨーグルトをお部屋に持ってきてくださいましたよ。とてもまろやかでコクがあり優しいお味でした。そしてお待ちかねの朝食です。まずは土鍋ご飯、ふっくらつやつやです。はじめにお膳が出され、焼き物や炊き物は順次持ってきていただけます。私は白米が好きなので朝から土鍋ご飯をいただけるのはとても幸せです。おかずはモロヘイヤと金時草のおひたし。少し粘り気がありずるっと食べられるので朝にはいいですね。お次は明太子、かまぼこ、わさび漬け、そしてしらす大根に香のもの、梅干しです。どれも白米に合うおかずばかりです。またお味噌汁は北海道のあさりのお味噌汁です。食べているとアジの焼き物が出てきました。皮目はパリッとし、身はふっくらで美味しかったです。お次は湯河原のお豆腐や十二庵の冷ややっこ、そして厚焼き卵、甘くて美味しいです。さらにこちらはイカのつくねです。臭みはもちろんなく舌触りもよく、とても美味しかった。どれも美味しくて大満足な朝ごはんでした。食後は水菓子とコーヒーを飲みながらチェックアウトの時間までのんびり過ごしましたよ。そして最後に館内施設紹介です。まずは大浴場のご紹介ですが、一度外廊下に出て向かいます。雨でも屋根付きなので安心です。濡れてしまうところには傘も用意されていました。さすがに中は撮影していませんが、大きな窓があり開放的で気持ちのいい大浴場です。時間によって男女のお風呂が入れ替わるので、もちろん2つとも堪能してきましたよ。お次はサロンです。こじんまりとした空間ですが、窓が2面にあるのでとても明るく気持ちのいい空間になっています。
またお土産もあり、前回と内容が一部異なっていて興味が惹かれてしまいますね。こんな感じで美味しいお料理を堪能し、大浴場と部屋風呂の温泉を何度も楽しみ、窓からの素晴らしい景色を眺めて癒され、心も体もリフレッシュすることができました。また最後に、こちらのお宿の素晴らしさはお料理、温泉、部屋だけでなくサービスも素晴らしいんですよ。裁縫ということもあり、お帰りなさいませの挨拶から始まり、明確にこちらが言ったわけでもないのに察して準備をしてくれていたりと、本当に至れり尽くせりなのです。距離感もよく、心を落ち着かせて過ごせました。人生を通して何度も行きたいお宿です。今回は湯河原にある石陽のご紹介でした。この動画が少しでも皆様のお役に立つと嬉しいです。今後も様々な旅行やグルメをご紹介していきますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。